キレコードオーナーの馬場正道です。ここではインドネシアを中心にアジアで買い付けしたレコードの販売をしてます。あとは週末に池袋のスナック馬場というレコードバーをやってます。特に自分が60年代の音楽が好きなので、そこら辺を中心にとにかく知らないレコードを探している感じで、お店にも知らないレコードをもっと出したいと思っていて、自分がそのジャカルタ初めて行った時にレコード入った瞬間、その知らないレコードだらけで何が何だかよく分からなかった感覚がすごい良かったので、特にその意味っていうのを考えずにできるだけ短い名前のレコード屋さんにしたくてキキっていう名前にしたんですけど、後で見たらスナック馬場の2軒隣がキキというお店で、それが多分頭に残っててキキっていうレコード屋になったんだと思う。なかなか回転しなかったので、キキってそういう機器なんじゃないかとか、そういうことがありましたね。インドネシア行った時に最初はレコード屋さんでレコード買うんですけど、だらだら喋るスペースみたいなのがあって、そこでご飯食べたりとか飲み物飲んだりとか、買ってすぐ終わりじゃなくて、そこでそのコレクターとつながったりとかいいなと思ったんですよ。日本でそれはちょっと難しい、食べ物を出して外でダラダラしてっていうのはちょっと嫌われるだろうなと思って、ちゃんと喫茶店という形でやろうと思いました。もともと地元で僕が育った町で、育った町にレコード屋さんが欲しいなと思ったのがきっかけです。学生街なので学生がすごい多いのと、あと緑が多い、それぐらいじゃないですかね特に小さい時からいるので特徴がよく分かってないですね。この学生ってお金をあんまり使わないので、新しいお店が出ても結構回転が早いんですよ、高野台って。はい、人が多いから家賃が下がらない、でも落とさないっていうので結構難しい場所ではあるんだと思います。やっぱレコード販売だけだったら続かなかったと思います。小さい頃は逆に音楽をほとんど聴かなくて本ばっか読んでました。最初レコード買い始めたきっかけがエリチエミのラジオで流れてたエリチエミを聴いて、そんな昔にこんなかっこいい音楽があるんだと思って、そこからレコードを買い始めて、そのままずっと続いてる感じです。レコード自体も好きですけど、紙とかジャケットも好きで、もともと本が好きだったっていうのもあるんですけど、印刷とか劣化とかそういうのも全部好きなんだと思います。主にリサイクルショップで買ってました。レコード屋さんでは下北沢のレコード屋さんとか学校終わった後に通っていて、そこでもう入り浸っていろいろ教えてもらうっていうのはずっとありました。ディスクラボーラっていう、もうやってないですね、5、60年代のドゥーアップをいろいろ聞かせてもらって、阿佐ヶ谷の55レコードっていうレコード屋さんがあって、100円とか200円とかで売ってる箱の中に毎回台湾のレコードが入ってたんですよ。見たことないし聞いてみたいから買ってたんですけど、それが面白くて、そこでアジアの音楽ってこんな面白いレコードがあるんだと思って、最初僕は青春18切符で日本国内を回ったんですけど、その後パスポートを取るってなって、そのパスポート取った日に直接上海に行ったんですけど、そこからアジアをいろいろ回るようになって、回った結果インドネシアのレコードが一番安かったっていう。買い付けじゃなくて、もともとレコードを売るつもりもなくて、その時は本当にただ知りたいってだけで、視聴できるとこがなかったのでジャケットで選んで買うんですけど、ほとんどが外れだったんですね。それ悔しくて通うようになったんです。つまんないなとはならなかったんですよ。7がその当たりがすごい良かったので、録音がいいやつはすごいいいんですけど、悪いやつはすごい悪いので、モワモワしてたりとか、はっきりしてない音があったりとか、そういうのはやっぱ聞いてられない。ダメだったやつの音楽性、お話だったりとか、コーランお祈りの音楽だったりとか、そういうのも入ってくるので。大体1回にどれくらい買って帰ってくるんですか？1回に300枚前後ですかね。100キロだったんですよ、ほとんどちょうど。レコード100キロ分ぐらいがギリギリ持って帰れる、手持ちで持って帰るギリギリの量で、香港とフィリピンと、あとマレーシア、シンガポールではレコード探しました。フィリピン経由でインドネシア行ったりとか、あとインドネシア長い長期でいる場合は、その頃延長はできたんですけど、1ヶ月入れて、その1ヶ月経ったらマレーシアに1回寄ってまた帰ってくる、延長また1ヶ月みたいな。ちょうど大学を卒業して3ヶ月いたんですよ。それで長期だったんです。その後は1年に1回1ヶ月インドネシアにいるようになって、レコードだけで観光地はまだ行ったことなくて。最初はやっぱレコード屋さんの情報もなかったので、最初は聞いてたんですよ、人にレコードが欲しいって。でもレコードを知ってる人が少なかったので、CD 屋さんに連れてかれてたりとか、結構回り道が多くて、
その次の年から7インチを1枚持ってこれが欲しいってその歩いてる人に聞いて回ってましたね。ジャランスラバヤっていう骨董通りがあってそこにレコード屋さんが何軒かあったんですよ。そこがインドネシアで一番古くからやってるレコード屋さんでそこの店主とすごい仲良くなって一日中行ったり店番したりとか、その当時はそこのお店で待ってるとそこにレコードを売りに来る人とか届いてくるレコードだったりとかそれがいつ入るか分からなかったので、そこにいればどこにレコードが入ったぞっていう情報も入ってくるので一日中もうずっとそこに本当に小さいレコード屋さんなんですけど基本的にどの年代でもレコードもありましたね。探してる人って現地に結構いる。当時はあんまりいなくてそこでつながった僕らと同世代のレコード好きの人、その人たちとはいまだに仲良くなって DJ で活躍してる人もいれば古い音楽の再発とかやったりとか、ただそのレコードの値段が高くなったのでそれで離れていった友達もいますね。いろんなジャンルが混ざってていろんな文化が混ざってる国なのでその部族によって音楽のジャンルが全く違ったりとか、例えばアンボンっていうとこがあってそこはもう思いっきりハワイアンだったりとか、ジャカルタは割と50年代60年代とかもっと古いのもあるんですけどジャズが結構盛んなとこでジャンル的にも中国音楽とガムランが混ざったようなガンバンクロモンとかあったりとか、あとはスマトラ島行くとラテン音楽が多かったりとかインド音楽の影響を受けたものもありますし、その中で馬場さんが特にハマったジャンルというかやっぱり音が乾いてて生々しいものってなると40年代50年代の SP 版か60年代までのレコードになってしまう。そこでジャンルっていうのはあんまり考えてない。レコードだけじゃなくて物でも5、60年代のものが好きで、なんか古いものがあると何でも買っちゃう。時計も好きですしメガネも好きですし車も好きですし雑誌とかもガラクタみたいなのも好きですし、何に使うのか分かんないようなものとかいいなと思うものをひたすら手に入れてる感じですね。60年代にずっと控えで続ける理由って何なんですかね。劣化じゃないですか。何ですかね。アメリカに憧れてる人が好きなんですかね。例えばあの頃ってアメリカに憧れがあって妄想で自分の国の技術で消化しちゃうじゃないですか。その間違いとかも大好きで、そうですね、人間臭い感じ。欧米に変のカルチャーへの憧れみたいな。やっぱりそうですね、流行ってる音楽には敏感というかやっぱ貧富の差もあるのでその当時流行ってるレコードを全部買ってこいみたいな感じで仕入れて音で判断してカバーしたりとかもするんですよ。だから70年代とかのブラジル音楽って言ってクリーカーあるじゃないですか。あれが声だったりとか声でそう多分その楽器自体が分からない。これを音で人って再現してるんだろうなっていう、それを聞いてると面白いですね。去年の11月に久しぶりに行って番組のコーディネーターみたいな感じで行ったんですけど、終わった後に1週間延長してレコードを探しに行ったんですけど、やっぱりコロナ前とはまた違った感じで物自体が少ないしレコードの値段も高いし、昔から買ってその当時の値段を知ってる友達とかからは今はこのぐらいの値段なんだよっていう謝ってくるみたいな感じで、コロナの時はまだ良かったんですよ。買い付けにはいけなかったですけど海外からレコード探す人もいなくなっちゃったんで向こうから連絡が来てこのレコード買わないかみたいな、それがすごい安かったので終わって海外からのお客さんが来るようになったらもう大量に買うっていうのはできなくなっちゃいました。そのヨーロッパの人たちとかもこのレコードが欲しい、あったらいくらで買うっていうのを提示して探すんですけど、そのリストを見るとこの値段で買ったレコードを向こうでいくらで買うんだろうっていうぐらいの高額だったりとか。ただそれで面白いのがそのインドネシアのレコードが高いっていうのが分かった途端にみんな探すじゃないですか。そこから知らないレコードがどんどん出てきて広がっていくっていう。例えばプロモ版ってラジオ局行かないと買えないんですけど、そういうものがブワって出てきて面白いなと思いました。相場ってどれくらいに上がった感覚ですか？どのぐらいだろう。20倍以上は違うかもしれない。やっぱり国内で評価されたっていうのが大きいかもしれない。サイケとかそういうのはすごい高かったんですよ。ラテンは全然もう底値というか、そこが評価されたのって何がきっかけなのかわからない。最初レコードブームが起こる前、起きた時ぐらいに女性でレコード探す人が一気に増えたんですよ。彼氏を外に待たせてレコード探すみたいな女性が増えて、その後ぐらいにレコードブームが起きたんですけど、レコードで音楽聴くこと自体に価値を見つけてマイケル・ジャクソンとか探してたんだと思います。たわしで洗ったぐらいですかね、レコード。たわしでゴシゴシこうやってやって売るクリーニング。あとジャケットもこうガムテープで全部補強されちゃうのでジャケットがちっちゃくなっちゃうんですよ。それはすごい嫌でしたね。綺麗にされてる状態のレコードを買うと高いんですよ。土とか
いろんなものがついてる状態のものを探さないと安く買えないので、拭いたら綺麗になるかなっていうのを考えて買わないと、何回洗っても針落とすたびにゴミが出てくる。虫も盤自体を食べちゃう虫がいるので、虫が通った後だけ聞こえないとか、他の国のレコードでそこまで盤食べられてるのを今まで見たことなかったので、それはインドネシアで初めてでしたね。やっぱ雨季と乾季、季節が四季がないじゃないですか。だからやっぱりその触ると砕けちゃうジャケットとかも結構あって、ああいうのって日本にないですよね。レコード屋さんもすごい増えてますし、日本に買い付けに来る人とかもすごい多いですね。安いんですよね。多分アジアで張り飛びしないレコードを1000円以下で買うっていうと難しいんじゃないですかね。ノイズ入ってても張り飛びしなければミントって言われてたので、ミントじゃないですよね。馬場さんにショップツアーをやっていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この左奥が新着コーナーっていう感じですかね。そうですね。左側がその委託で置いてもらってるレコードですね。そうですね。クラブ系な感じですね。そうですね。そのサンドステップレコードっていう川西卓さんって古い友人がいるんですけど、そこに出してもらってるレコードですね。こちらはもう馬場さんのセレクションって感じですか？そうですね。僕が好きなのはこの伊吉薫っていうピアニストがいるんですけど、指の太さが見えてくるような音がして好きなんですよね。こちらはどういったレコードになるんでしょうか？ハリー・ルスリっていうガムランとプログレ合わせたような人のレコードで、確かカセットオンリーで初めてレコードになった。これは現行アーティストですか？現行じゃないですね。70年代ぐらいのインドネシアの。ジャケットもその70年代当時のジャケなんですか？これは京都でモンドってお店やってる里又さんがデザインした。はい。壁レコがもうかなり気になるものばっかりですけど、一番上の真ん中のこれはどういう作品になるんでしょう？これはやっぱりインドネシアのアーティスト。インドネシアのアーティストで結構割とポップな曲がメインで入ってるんですけど、1曲だけ変な不思議な曲が入ってて、インドネシアのレコードってアルバム全曲いいってレコードがすごい珍しい。1曲だけそのバンドの趣味というか、なんか好きな曲が1曲だけポンって入ってることが多くて、前半はポップなんですけど中盤からがっつりサイケになってくる、すごい変なアルバムですごい大好きな。この人が関わってるレコードにはいいものが多くて、ヨッピーイテムっていうんですけど、この人が参加してると何かが起こる。はい、そうですね。後ろのダラプスピーターも有名です。はい、有名なガールズグループ。それもよろしいですか？はい。探してる人も多いレコードですね。のファーストアルバム。ガレージサイケっぽい感じなんですか？ガレージ寄りですね。サイケではないかもしれない。フォントがすごいですよね。いいですよね。ガタガタで。なんとも言えない。真ん中のやつがこれ版なのかな。ロリーズっていうロックバンドっていうんですかね。ロリーズからまたその後ニューロリーズとか、あとソロで活躍してる人が結構いるので、デリーロリーズとかボニーロリーズとかなんとかロリーズってソロで活躍してる。そうそうそう。今結構再評価されてるバンドだと思います。ファンクとか最近な曲もあります。今もう高くてなかなか買えなくなっちゃって、お店のデザインっていうか、そのずっと憧れてた宇野明さんって方にやってもらったんですけど、その方が開店の時に来てくれて、その時これが最初売り物だったんですよ、のイブたち。ここの壁に書いてくれたのがこのイブたちを見てこの書いてくれたんですか。なのでこれは売り物にしないでくれって言われて、開店からずっと置いてある本なんです。この辺は現地の雑誌ですかね。そうですね、インドネシアの雑誌。80年代っぽいですよね。切り抜きですね。紙があんまり残らないのでインドネシアって、そうですね、ほっとくとやっぱ土に帰っちゃうんじゃないですかね。もう大量に送られてきた中に紙物も探しているので、そこに入ってる感じですね。これどなたかとか分かったりするんですか？ギトローリーズなので、ローリーズのメンバーの一人なんですよ。はい。これは映画のその当時の広告ですね。インドネシア映画ですか？インドネシア映画です。今もうこのサントラアルバムがもうびっくりするぐらい高くなっちゃって、
映画館には何度か行ったんですけど、はい、普通にみんな会話してる中見る、喋ったり笑ったりして、でもそんな音気にならないぐらい映画館の音が大きくて、同じ映画でもこういうシーンが違ってる。ここは10インチのコーナーですかね。そうですね、少ないですけど。アジアは10インチ文化は強いですか？そうですね、10インチかなりたくさんあって、やっぱ SP 感が流れてるって感じなんですか？そうですね、こういうその辺はどんな感じなんですか？メロディリアっていうのがもともとブニャミン・セーブってインドネシアの JB って言われてる人がいたバンドで、ラテンに近いものがあったりするんですけど、これはどうだったかな、覚えてないってことはそんなに良くなかったのかもしれないこのティディック・プスパとかは大好きなアーティストで、歌謡系ですか？歌謡系が多いです。ただジャズに近かったりそういうのもあったり。募集されちゃうんですね。そうなんですよ、これが嫌で今はもうやらなくなりましたけど、ここに来ると完全に本当未知の世界なのでこれはどうでしょうか？これはオルケスムライユって OM って入ってるので、ダンドゥット、割とインド音楽に近いような音楽が入ってる、大衆音楽ですよね。アーティスト名とかじゃなくてジャンルですね。これはクロンチョンだと OK って書いてあったり。なるほど、これですよってことですよね。そうですね、演者ってことじゃないですかね。ムライユのオーケストラがやってるパンチャラムダっていうバンドですね。あ、そういうことですね。はい、これはちなみにデディ・ダムディっていうバンドのバックがクスプルスっていうインドネシアのビートルズって言われてるポップスだと思いますね。インド系の人は多いですね。多いですね。一時期本当にレコードを買うものがないってなった時に、なぜか大量にインドの版がジャカルタにいっぱいあって、もう入り浸って視聴しながら買った7インチ事情はどうなんですか？ものはあるんですけど、状態のいいものがやっぱり7インチの方が難しいかもしれない。僕行った時は川に捨ててたのでゆったり聴けないじゃないですか。だから買う人がいなかったみたいで、その今ジャカルタが世界で一番浸水していく都市って言われてるぐらい浸水していってるんですよ。雨が降ると川みたいな状態になってる。でこのイラマっていうレーベルがあるんですけど、この倉庫がその浸水で全部レコードがびちゃびちゃになっちゃうからどうにかしてくれみたいな連絡がコロナ期間中にあって、7インチだけ全部買い取ったんですよ、このレーベルの倉庫にある。ただもう届いたらもう状態がすごい状態で届くので、部屋中土だらけになっちゃって拭くのも大変で、ただすごい面白いレコードもいっぱいあったのでどうしようと思って、まだ売ってはないんですけど、はい、ジャケットもこういうスリーブが本来あるんですけど、触ったら砕けるような状態のものばっかりで、ほとんどジャケットのスリーブもないような状態なんですけど、そういう状態のものをどうすればいいのかっていう。こちらは7インチと和物がメインって感じですか？そうですね、10インチと7インチのこのレコードとか大好きなジャケットで、ジュールス・フィオールっていう大好きなギタリストのレコードなんですけど、多分この人がおそらくなんですけど顔が全然違うんですよ。この顔がなんかセルジュ・ゲンズルブールっぽくなってて、今フランスに住んでるみたいで、憧れがあったんじゃないかなと思って。他のジャケットがあるんですけど全然違うんですよ。フレーズのパクリとかもいっぱいあって面白いギタリストなんです。左側のサイケっぽいのもちょっと気になります。あ、これもすごい、このバンドもすごい面白いバンドで、ホモ&ザ・プロスっていうバンドで、民謡とロックみたいな感じで合わさってて変なレコードです。ただね、ひげ全部描かれちゃってるんでマジックで子供の仕業です。多分そうだと思います。馴染んじゃって。カウンター上にものすごい量のカセットが並んでますね。これはインドネシアのカセットで、全部一律500円で売ってるものですね。カセット文化もかなりあれですか、浸透しているんですか？かなりそうですね。この CD が流行ってた時もカセットの方が全然安かったので、ずっとカセット文化はあります。カセットだけしか出てないものもあるので、レコードみたいに曲も飛ばせないじゃないですか。だから未知の音楽って感じで、ずっとパンバースが続いたり、さっき言ったインドネシアのビートルズ、クスプルス、クスプルスが並んでたり、こういうのとか好きな人が多いワルジナってクロンチョンの人なんですけど、ワルジナさんっていうクロンチョンっていうのはインドネシアのジャワの音楽ですね。世界最古のポップスって言われてるジャンルで、世界で初めて大衆に向けて歌った
音楽って言われてるジャンルですよね。オランダ音楽から来てるとかなんかいろいろゆったりした音楽ですよね。バイオリンとか入ったり、あとこういうジュガラっていうスンダの音楽しか入ってないレベルで、ジャイポンガンっていうジャンルですね、これは。はい、こちらヴィンテージオーディオですよね。アルテックの誰かが作った自作ものだと思うんですけど、最初違うスピーカーを置いてたんですけど、その後これが自作でちょっと変な感じでいいなと思って買ったっていう、もうよく分かってないんですけど、ウィンストンのタバコが入ってたやつです。これもリサイクルショップとか古物屋とかでタバコが入ってた棚を偶然見つけて、それで買ってきた。カセットにめっちゃサイズぴったりですね。そうですね、ちょうどよくて可愛い。これはこのお店のインテリアをやってくれた人が置いてったんですよ。ここに置いたらいいじゃん。その棚の中の陶器類は売り物ですね、一輪挿し。棚もなんか素敵ですよ。そうですね、なんかイギリス製って言ったかなんか、そのちょっとオリエンタルが流行った時のぐらいなんじゃないってやってくれた人は言ってましたね。全部サリーズっていうヴィンテージ家具屋さんがあって、そこで全部僕の好みを知ってるので、全部合わせてカウンターとかも全部その家具屋さんに作ってもらって、なんかその人がすごい古いものが好きな人だったので、なんかこだわってやってくれて、このテーブルとかも全部あるのは足だけですよね。足だけ古いもので全部気つけてくれたみたいで、やっぱりまだまだ埋もれてる音楽がたくさんあるので、そこら辺をもっと探して共有できればなと。使命感とか特にないですけど、みんなで楽しんで聴きたいっていうのはあるんですけど、広まりすぎちゃうと今度はレコードが高くなって自分自身が買えなくなっちゃう。そこが難しいところで、知らないレコード買ってその針を落として一発目が一番ワクワクするじゃないですか。だからその瞬間をね、みんなね楽しんでもらえたら一番嬉しいですね。このまま続けるのが目標ですね、今のまま。なんて言うんだろう、真面目に適当な店をアジアにはいっぱいあるじゃないですか。みんな真面目なんだけど適当。そういうお店がすごい好きなんですけど、やっぱりそこに説得力があるのは長い間続いてるっていうか、続けてることが説得力になってかっこよく見えるというか、そういうお店になることが目標ですね。